こんにちは、マムサチコです。今回は沖ノ島で過ごした4日間の素晴らしい旅を4つのテーマに分けてたっぷりお届けしますね。1番は素晴らしい自然と伝統文化、そして水木しげるとのつながりです。島根半島の北方40から80キロの日本海に浮かぶ沖は、住民の住む4つの大きな島と他の約180の小島からなる諸島です。円形で最も大きな島を道後と言います。その道後の西郷港に2時間半フェリーに乗ってやってきました。そこではゲゲゲの鬼太郎とネズミ男が出迎えてくれました。ゲゲゲの鬼太郎の作者である水木しげるさんの水木はペンネームです。本名は村さんというそうです。沖ノ島には村という地名もあったらしくて、彼の祖先が沖ノ島出身じゃないかということで、彼自身もこの島によく訪れていたそうですよ。そして沖のパワースポットとして有名な壇鏡の滝。まず大きな鳥居を抜けていって車を止めると、そこには豊かな自然の森がありました。川の上流にある滝を目指して歩いていくと、辺りは緑に囲まれていて、柔らかな木漏れ日が差していました。滝までの道中はとっても心地よかったです。壇鏡の滝は岸壁に沿って社があります。天高くから流れ落ちる滝と岸壁の景観がとっても神秘的でした。このパワースポットで心身ともにリフレッシュできました。夕方には船に乗って沖ノ島の絶景スポットロウソク島へ行きました。高さ20メートルのろうそく状の岩に夕日が沈む瞬間は、まるでろうそくに火が灯ったように見えます。これは晴れた日に船の上からしか見られない貴重な光景です。日本海の荒波が削り出したこの神秘的な景色には感動しました。まあ実は私結構晴れ女なんですよね。この奇跡の瞬間もバッチリ見れて、自分でもさすがやなって思いましたね。海際には他にも柳の松原っていうところには昔ながらの船小屋がずらっと並んでます。今も利用されてるそうですよ。そんな船小屋の風景をのんびりと海風感じながら眺めてみるのもいい気分ですね。あ、ウニもいる。きれい。ごめんくれ。また沖ノ島の伝統文化として有名な牛突き大会も見に行きました。800年の歴史を持つこの闘牛は日本最古の歴史を誇ります。一組目の取り組みを観戦しました。
15分間牛同士が角を突き合わせて、とうとう一頭が後ろを向いて逃げた瞬間、会場は盛り上がってました。本当は最後まで見た方が迫力あってよかったらしいんだけど、次の予定があって一組目しか見られませんでしたけど、迫力ある伝統文化に触れることができました。沖ノ島には三大杉と呼ばれる3本の巨木があります。岩倉の乳杉は樹齢約600年で、名前の通りその枝が乳房のように垂れ下がっていることが特徴です。まるで精霊が宿ってるかのような姿に圧倒されました。そしてかぶら杉は樹齢約800年で、その大きさと存在感は圧倒されます。こちらも神秘的な雰囲気が漂っていて、自然の力を感じられる場所でした。そして3本目は樹齢1500年とも言われる八尾杉です。この木は人魚の肉を食べて800年生きたとされ、若狭から沖にやってきた八尾比丘尼という伝説の人がこの木を植えたという言い伝えがあります。八尾杉は神社に守られながらも、その圧倒的な存在感で見るものを引き込みます。木を守るための支え棒がたくさんあって、ロープでも縛ってありました。地元の人たちの思いが強く感じられますね。ここで皆さんに質問です。沖ノ島にはろうそく島や断行の滝など神秘的なパワースポットがたくさんあります。皆さんならどこに行きたいですか？ 1. 夕日が奇跡の瞬間を見せてくれるろうそく島。2. 精霊が宿ると言われる断行の滝。3. 歴史を感じる三大巨木たち。ぜひコメントで教えてくださいね。2番、沖ノ島のグルメ。沖ノ島はグルメも素晴らしいんです。まずフェリー乗り場の近くのサザエ村っていう食堂で、看板メニューのサザエ丼ではなく、私はあごだし塩ラーメンを食べました。だしが濃厚で塩味がちょうどよくって、つるつるした縮れ麺との相性も抜群で、とっても美味しかったです。スープも全部飲んじゃいました。そしてイベントをやってた西町っていうとこでは、木村屋っていうパン屋さんで生クリームたっぷりのクロワッサンをゲットしました。クロワッサンのサクサクした生地と甘さ控えめの生クリームが絶妙でボリューム満点でした。地元のパン屋さんでここまで美味しいクロワッサンに出会えるとは思いませんでした。そしてこのイベントをしてた時に、建物の上から下の人に向かってお餅を巻いているのを見ました。これは家の新築とかをしたらお祝いに何か上から巻くんですって。
面白そうでした。それとカッパを祀っている祠も見ました。きゅうり抱っこしてるカッパがお祭りされてました。お賽銭はカッパのきゅうり代になるそうです。グルメといえばベンチっていうおしゃれなドーナツ屋さんも外せません。油っぽくない大きなドーナツにいろんな味のクリームがかかっていて、見た目もすっごくおしゃれでした。そしてとってもクリームが美味しくって、あまりの美味しさに翌朝の朝食用にもつい買ってしまいました。そして宿泊した宿では、宿のご主人や他の宿泊客、それと地元の人も来て一緒に宴会を楽しみました。特にもずくガニっていう川で取れるカニは身がプリプリしていて絶品でした。こんな大きなカニが川にいるなんて初めて見ました。あとサザエとか刺身もとっても美味しかった。沖の美味しい料理を囲みながらお酒を飲んで歌まで歌って最高に楽しい時間を過ごしました。それでは皆さんに質問です。沖ノ島のグルメ、どれも美味しそうですよね。もし皆さんが食べてみたいとしたらどれを選びますか？ 1. 濃厚な出汁がたまらないあごだし塩ラーメン。2. 生クリームたっぷりでサクサクのクロワッサン。3. カラフルで美味しいクリームのかかったドーナツ。4. 地元で採れる海と川の幸。どれが気になるか、ぜひコメントで教えてくださいね。3番、リラクゼーションとおしゃれスポット。旅の疲れを癒すために訪れたのがクスブルハウスっていうゲストハウスの一室で、美人女主人がしてくれるリラクゼーションマッサージです。このマッサージは女性専用で10分1000円というリーズナブルな価格。私は背面とデコルテをじっくりほぐしてもらいました。70分間の施術で全身がすっきりして旅の疲れが一気に吹き飛びましたよ。沖ノ島でこんな贅沢なリラクゼーション受けられるなんてとっても嬉しい体験でした。さらに意外な発見だったのが山下商店っていうお店です。名前は昭和チックですけど、店内はとってもおしゃれでかわいい雑貨や衣類が並んでました。お店を切り盛りしているご夫婦も気さくで、ジーンズのパンツをおすすめしてくれて、実際に購入して大満足。今では旅の思い出として大切に使ってますよ。4番、人情味あふれた宿、川秀。今回の宿を特に印象深くしてくれたのが、私が宿泊した川秀というゲストハウスです。ご主人がとっても親切で、宿自体も小綺麗に整えられていて、家族でも一人旅でも気軽に過ごせる雰囲気が漂っています。まるで友達の家に遊びに来たような感覚でリラックスして過ごせましたよ。今回の沖ノ島の旅がこんなに楽しかったのは、川秀さんの
存在が大きかったです。特に宿泊者や地元の方々と一緒に楽しんだ夕食会はまさに旅の醍醐味。ご主人は博学で優しく接してくれるだけではなく、ギターを弾きながら歌も披露してくれるんですよ。歌がとっても上手で心に残る時間を過ごすことができましたよ。そしてあんまり教えたくないけど、宿代が超リーズナブルなんです。詳細は概要欄からリンクしているホームページでぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画はここまでです。沖ノ島の魅力を少しでも感じてもらえたら嬉しいです。また次回の動画では沖ノ島に大阪から高速バスを使って行った経緯やお得情報についてをお送りしますね。これからも旅の情報や日本文化、簡単な日本語についての動画を公開していくので、いいねとチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバイ。